こんにちは、コスプレイヤーの逆画だよ。今回はゼルダの伝説に登場するマスターソードを作ってみました。ブレスオブザワイルド版のマスターソードを今回は作っております。ソード本体だけではなく、このように鞘もセットで作ってみました。ちなみにブレスオブザワイルドのリンクは右利きなんですが、先にこの盾を右利き用として作っちゃったので、ソードを左手に持っております。まあそんなことはどうでもいいですね。それでは早速みんなで作りましょう。材料である COS ボードからパーツを一通り切り出します。COS ボードとはコスプレ造形向けのボード素材です。軽くて柔らかいですが簡単には破れません。曲げても折れません。アニメショップ、東急ハンズ、手芸店、通販などで買えます。型紙を使って切り抜きます。動画の説明欄に COS ボードのネット通販ショップや型紙のリンクを載せています。一通り切り抜きが終わりました。COS ボードはダイソーの EVA スポンジシートなどで代用できます。まずは刃を組み立てます。型紙を使って刃の端やトライホースの装飾の位置をマーキングしておきます。マーキングが終わりました。マーキングを目安に端を斜めにカットします。こういった切り抜きの際はオルファーの特選黒刃というものを使うと切れ味がいいのでとてもやりやすくなります。ホームセンターで売っています。裏返してこの後棒を埋めるための位置をマーキングします。溝を掘ります。カッターの刃先を少しだけ出してまずは切れ目を入れます。そして少し浮かしてそこを削ぎ落としていきます。園芸用の棒を芯として使います。畑などで使われている棒です。ホームセンターや100均で買えます。ニッパーで程よい長さに切ります。中身は鉄の棒が入っててとても丈夫です。瞬間接着剤で棒を接着します。その上にもう一枚の刃を接着します。瞬間接着剤を多用しますが、すべて100均のを使ってます。トライホースの装飾を瞬間接着剤で接着します。引き続き細かなパーツを順次接着していきます。金色のひし形のパーツを組み立てます。パーツに角度がつくように端をカッターで斜めに切っておきます。パーツを瞬間接着剤で接着します。このような接着しがたい箇所の接着の場合は瞬間接着剤と合わせてアルテコスプレーという瞬間接着剤硬化スプレーを使っております。これを使うと硬化が非常に早くなり、とても作業がやりやすくなります。ホームセンターの接着剤売り場で売られています。なお、ボンド G17 という接着剤でも楽に接着できます。ボンド G17 はホームセンターにもありますが、100均にもあるので手軽に入手ができます。お好みの方法で接着してください。組み上げたひし形パーツにさらにパーツを接着していきます。本体へと接着します。これで刃の組み立ては完了です。逆用がゼルダの動画は他にも色々あります。この動画の後にぜひ他の動画も見ていってくださいね。つばを組み立てます。3枚あるパーツをまずは接着します。そしてパーツを2つに切り分けていきます。カッターだけだとやりづらいのでアートナイフプロというものを使ってます。こちらはホームセンターで売ってます。2つに切り分けたらカッターを使って形を削り出していきます。ボールペンでデザインを下書きしてそれを元に削っていきます。こういった作業も特選黒刃だとやりやすいですよ。接着したらつばの組み立て完了です。ちなみにこちらは塗装後に刃へと接着します。柄を組み立てていきます。まずはパーツを瞬間接着剤で組み立てていきます。少し接着しづらい形のパーツばかりですので、アルテコスプレーを活用してガンガン進めていきます。水道のパイプを程よい長さに切ります。動画ではパイプカッターという専用の道具を使ってますが、ノコギリなどでも切れます。パイプもカッターもホームセンターで買えます。パイプを差し込んで接着します。パイプの上に薄い COS ボードを接着します。引き続きパーツを組み立てていきます。これも貼り付けがたいパーツですので、アルテコスプレーを活用しております。アルテコスプレー大活躍。
薄い COS ボードを細切りしたものを作ります。それを瞬間接着剤で接着します。貼り付け位置はあらかじめ型紙を使ってマーキング済みです。最終的に柄のパイプの中に刃の棒部分を差し込むんですが、今だとスカスカなのでボードを貼り付けて厚みを出していきます。挿入テストです。問題なさそうですね。バッチリです。これにて一通り組み立て完了です。次は塗装となります。逆用が動画で説明しきれてないことをサイトにまとめてます。実際作る方はサイトもご覧ください。アドレスは動画の説明欄にあります。造形ベースを塗ります。造形ベースとはコスプレ造形向けの塗装下地です。これを塗ると塗料ののりが非常に良くなります。COS ボードとセットでよく販売されております。ジェッソなどのアクリル絵の具の下地や水で少し薄めた木工用ボンドで代用することもできます。造形ベースが乾いたら、まずはベースカラーとしてラッカースプレーで灰色に塗り上げていきます。ラッカースプレーはホームセンターで買ってきました。エアブラシを使って刃先を薄い青緑に塗っていきます。動画ではエアブラシを使ってますが、ラッカースプレーなどでも構いません。お好みの方法でどうぞ。塗料はプラモデル用塗料のミスターカラーを使ってます。ミスターカラーもエアブラシもおもちゃ屋さんの模型売り場で売ってます。色を塗り分けるためにマスキングテープで保護していきます。マスキングテープはホームセンターやおもちゃ屋さんの模型売り場で売ってます。青を塗っていきます。刃以外にも青いパーツがあるので順次塗り上げていきます。刃の内側を塗るために再びマスキングテープを使って保護していきます。濃いめの青緑を塗ります。刃の色はシリーズごとに結構ばらついてますが、ブレスオブザワイルドはこういう色合いになっております。マスキングを剥がしますよ。綺麗に塗り分けられてるか剥がすときはドキドキですね。まさにゼルダで宝箱を開けるときのようなドッキドキ感ですね。刃の端にある金色の部分をマスキングして塗ります。続けて柄の色の塗り分けを行います。再びマスキングテープを使って保護していきます。緑色に塗り上げます。塗装し終わったので一通りのパーツを接着します。まず刃と柄を接着します。そしてつばを左右に接着したら、これにてソードの完成です。全長は120センチ、重量は 350g です。中に鉄の棒が入っているのでとても丈夫です。このように回転切りを出しても大丈夫です。鞘を組み立てていきます。まずはサイドのパーツに角度がつくように端を斜め切りしておきます。オルファーの特選黒刃が大活躍ですね。特選黒刃はカッター界のマスターソードです。角度をつけたパーツを貼り合わせて組み立てていきます。サイドのパーツと正面のパーツを貼り合わせていきます。正面のパーツの方には後に装飾をつけるので、あらかじめ型紙を使って装飾貼り付け位置をマーキングしてあります。装飾パーツを貼り付けていきます。瞬間接着剤を今作は結構使いますので、100均で買い込んどいてください。瞬着をこんなに買うなんて何者なんと思われるかもしれないですけどね。これにて組み立て完了です。次は塗装だよ。剣と同じ手順で塗装します。造形ベースを塗って、ラッカースプレーを塗って、エアブラシで青く塗ります。色の塗り分けのためにマスキングテープを貼ります。そして金色に塗ったらマスキングテープを剥がしてしまいます。装着用のベルトを組み立てます。合皮と COS ボードをボンド G17 で接着します。合皮は手芸店で買ってきました。COS ボードで作ったバックルを取り付けます。ポンチで穴を開けてカシメという金具を取り付けます。カシメやカシメを打つための棒は東急ハンズで買いました。ベルト穴をポンチで開けます。バックルはただの飾りで、実際の装着は100均で買ったマジックテープで行います。ボンド G17 で貼り付けます。ポンチで穴を開けてカシメを打ち込んで取り付けていきます。見た目重視でカシメを使っているだけなので、瞬間接着剤でくっつけるだけでも構いません。反対側は針金を接着して、そこにベルトを取り付けます。
これにてすべて完成だよ。鞘の全長は97センチ、重量は 250g です。すべて作るのにかかった制作時間は28時間、材料費は4000円となります。質問があればコメントでお気軽にどうぞ。というわけで今回はブレスオブザワイルドのマスターソードでした。BOTW はリンクが右利きだとはゲームクリアしたのに気づきませんでした。全部完成したと気づきました。うっかりうっかり。よろしければチャンネル登録お願いいたします。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。またねー。